故郷から何千キロも離れた場所で金も持ち物もなくしてさまよっているとしたらどうでしょう。そのような苦境で多くの人は自暴自棄になったり運命を呪ったりするかもしれません。しかしキプロスのゼノンの場合、それが一生の仕事と後世への遺産の基礎を作ることになりました。かつては裕福な商人だったものの、紀元前300年頃にアテネで船が難破し全てを失いました。他にすることもなく、とある本屋に入ったところ、ソクラテスの話を読んで引きつけられた彼は、アテネの有名な哲学者たちのことを追い研究するようになりました。ゼノンは弟子たちに教えるようになり、ストア哲学と呼ばれるものを創始しました。徳、忍耐、自制を重んじるその教えは、代々の思想家や指導者たちに影響を与えてきました。ストア哲学という名前は、ゼノンと弟子たちが討論のために集った装飾のある公共の中楼であるストアポイケレから来ています。今日ではストイックという言葉はプレッシャーのかかる状況にも動じず、感情の起伏を抑えた人を指すのに使われています。これがストア哲学の重要なある側面を捉えているにしても、もともとの哲学は単なる態度以上のものでした。ストア主義者たちは、身の回りのものは全て因果の網によって動いており、それが宇宙に合理的な構造、ロゴスをもたらしていると考えていました。私たちは自分に影響を及ぼす出来事を必ずしもコントロールできませんが、どのように対処するかは自分で決められます。ストア主義者は理想的な社会を無双するよりは、ありのままの世界に対処しようとし、4つの基本的な徳を通して自分を高めることに努めました。実践値、情報に基づいて落ち着いて論理的に困難な状況を乗り切れること。節制、生活のあらゆる面で自制と節度を持って当たること。正義、悪をなした者も含め人を公正に扱うこと。勇気、非常の際だけでなく日常的な問題にも確固として誠実に対処すること。ローマ時代の最も有名なストア哲学者であるセネカは書いています。時には生きることでさえ勇敢な行為である。ストア哲学は自己の改善に主眼がありましたが、自己中心的な哲学というわけではありません。ローマの方が奴隷を所有物とみなしていた時代にあって、セネカは奴隷を人間的に扱うべきこと、人はみんな基本的な人間性を共有することを説きました。ストア哲学はまた受け身であることを進めるものでもありません。自らの人徳を養い、自制できる人間だけが他者に良い変化をもたらせると考えていたのです。最も有名なストア主義の著述家は、ローマの最も偉大な皇帝でもありました。その19年間の在位中、ストア哲学はマルクス・アウレリウスに2つの大きな戦争を乗り切り、多くの子供の死を乗り越えてローマ帝国を治める強固な意志を与えました。2000年の後、マルクスの自唱録は南アフリカの人種平等を求めて戦うネルソン・マンデラの27年に及ぶ獄中生活において導きと安らぎを与えました。解放され最終的に勝利した時、マンデラは平和と和解を強調しました。過去の不正は変えることができませんが、人々が現在の問題に取り組んでより良い公正な未来を求めることはできるからです。ストア哲学はギリシアとローマにおいて数世紀にわたり活動的な学派でした。公的な組織としては消失しましたが、その影響は今日まで続いています。トマス・アクイナスのようなキリスト教神学者たちは、ストア哲学の集中と徳を称賛して取り入れました。また、ストア哲学のアタラキシア、心の平静と仏教の涅槃の概念には類似性があります。特に影響力の強いストア哲学者エピクテトスは、苦悩は人生における出来事から来るのではなく、それに対する我々の判断から来るのだと書いています。これは現代の心理学や自助の運動に強く共鳴しています。例えば、理性感情行動療法は、人が自分の生活環境に対して形成する自滅的な態度を変えることに焦点を置いています。また、ビクトール・フランクルのロゴセラピーというのもあります。フランクル自身の強制収容所での体験を反映しているロゴセラピーは、絶望的な状況においてさえも意志力を養って自分の人生を意味で満たせるとするストア哲学の原則に基づいています。
まだ共感できる哲学を探していますか？このビデオでは古代中国の道教の哲学を深掘りして学び、引用の精神がバランスを取るのに役立つかを確認してください。